こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、国内最高峰の全日本 F3000 選手権に24歳で上り詰めた村松英樹の生涯と、1990年 F3000 合同タイヤテスト事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。1990年って F1 ブーム絶頂の時代ね。ああ。モータースポーツがお茶の間にどんどん浸透してきて日本人ドライバーの活躍が大注目され始めた頃だな。村松英樹も F1 の舞台を夢見てレースの世界をひた走った一人だった。これから解説していくぜ。頼むわね。村松は1965年4月23日生まれ、山梨県の出身だ。父親は果樹園を経営する傍ら自動車学校の副所長をしており、よく自動車を触らせてもらった。村松はスポーツ一筋だった。小学生の時には水泳で全国大会に出場する。小学5年生で野球に目覚めると水泳をやめ野球に打ち込んだ。一方、買ってもらった自転車を改造したり、解体して一から組み上げるなどものづくりにも強い興味を示していた。村松は山梨県立甲府工業高校、機械科に進学。機械の勉強をしながら野球部の部活動に励んだ。村松の目標は甲子園出場だった。高校3年の春の甲子園、4番レフトという大役で県予選を準決勝まで進んだが、惜しくも敗退した。4番打者ってすごいわね。村松は身長182センチ、体重75キロと大きかった。体の使い方がうまく、練習によって動体視力も磨かれた。この視力の良さは後にレーサーになった時に武器になる。高校を卒業すると、創設されたばかりの駿台自動車整備工業専門学校に進学した。あの駿台予備校が、自動車ブームを察知し作った学校だ。村松は学校の学習カリキュラムの一環で、富士フレッシュマンレースなどいくつかのレースにドライバーやメカニックとして出場した。このあたりで村松英樹はレーサーになることを夢に抱く。学校での学習内容はどちらかというと整備などメカニック向きの内容だったが、村松は必死に勉強した。この学校で村松は、講師としてきた由良拓也氏と出会う。世界的に有名なカーデザイナーだ。以降の村松のキャリアに由良氏は大きく関わっていく。カーデザイナーの由良氏が招聘されるなんて、すごくリッチな学校ね。1986年、村松はこの専門学校で2年間学んで卒業した。新郎由良氏に相談したところ、レースをやりたければまずは貯金と教えられた。1986年春、村松20歳。久保田商事に就職し懸命に貯金に励む。しかし久保田商事での在職期間は短かった。すぐ辞めちゃったの？どうしたの？就職して4ヶ月後の1986年8月、由良氏から連絡があった。知り合いの津山悟氏がミニサーキットを作るんだが、専属メカニックを探している、来ないか、と言うんだ。専門学校で学んだ技術が活かせる。しかもレースに出るチャンスもあった。村松は快諾。津山悟氏の経営するグランビルジャパン社へ転職した。村松はここで、由良氏がデザインした 337cc のミニフォーミュラカーを整備する仕事をしながら、お金を貯めた。そして貯金、農協からの借金を合わせて7年落ちのフォーミュラカー、イータ 02J をとうとう購入。1987年、つくば FJ1600 シリーズでデビューした。フォーミュラドライバーの登竜門的なレースだ。ここからいよいよ本格的にレース活動を開始した。メカニックもやれるドライバーってすごいわよね。実力はどうだったのかしら？村松はスポーツの鍛錬で反応が良く、目も良かった。7年落ちのマシンは圧倒的に不利だったが、マシン性能が出にくい雨のレースでは優勝もできた。1987年12月6日に最終戦が終了。なんと村松はつくば FJ1600A シリーズ、挑戦1年目にしてチャンピオンに輝いた。早くもチャンピオンおめでとう。ここでまたもや由良氏から声がかかる。由良氏が立ち上げたフットワークスポーツレーシングで全日本 F3 選手権に出ないか、と誘われたんだ。F3、その上はいよいよ日本最高峰の全日本 F3000 選手権で、その次は世界よね？すごいありがたいお誘いだわ。あくまでチームの主目標は F3000 で、鈴木あぐりが乗る。F3 はチームにとっては F3000 で勝つための練習場だったがそれでも F3 で走れるのは大きなチャンスだ。村松は1年4ヶ月勤めたグランビルジャパンを退職。1988年1月、由良氏の経営するムーンクラフト社に入った。春からはフットワークのチームで F3 ドライバーとして戦う。そして1988年シーズン。チームの活動資金はほとんど F3000 へ持っていかれた。村松は中古の F3 マシンを自分で整備し、レースに出ていた。レース当日は F3000 の豪華メンバーがピットに着いたが、
マシンの戦闘力が低く全く優勝争いに絡めない。最高位は5位。総合15位でシーズンを終えた。悔しいわね、表彰台にも立てなかったのね。一方、全日本 F3000 選手権は鈴木あぐりが連勝し、チーム、そして自身初となるチャンピオンを獲得。同じチームで村松とは対照的な結果だ。悔しい1年だった。とはいえ鈴木あぐりもここまで散々 F3 で苦労し、ようやくの開花だった。村松は鈴木あぐりからよくアドバイスをもらい、村松の走りはいい変化が生まれていた。翌1989年もフットワークのチームから F3 に再挑戦。今回は新エンジン、無限 MF204 が与えられた。前年は中古のマシンで苦労してたのよね。これはいけるわ。それと、村松は自分でマシンを積極的に整備することをやめた。整備をメカニックに任せ、自身はレースと、メカニックに正確な情報を伝えることに集中した。村松はこの1989年、前年と違いどのレースも優勝争いに加わる活躍を見せた。第5戦、筑波のレースではとうとう優勝。F3、初優勝、おめでとう。結局優勝1回、全10戦中6戦で表彰台に立ち総合3位だった。チャンピオンは5勝したレイトンハウスの影山正彦だった。なお1989年、村松の F3 の活躍はこれだけではなかった。F3 で上位だったため、F3 選手権の世界最高峰、マカオグランプリの出場権を得たんだ。マカオグランプリってすごいのね。F1 のモナコグランプリみたいなもんだな。古い歴史を持つ市街地コースで、他のコースよりはるかに勝ちがたいがここでの活躍は大変な名誉だった。世界各地の F3 選手権で上位のドライバーだけが招かれる。アイルトン・セナやシューマッハもここで勝って F1 への道を切り開いたんだ。ライバルは世界の強豪たち、勝つのは大変ね。でも得られる名誉や名声はとんでもないのね。11月20日にマカオに到着。11月23日、24日が予選だ。村松は23番手。なんとか30台の足切りラインには残った。11月26日が決勝レース。この日は雨。村松の得意なコンディションだ。だがマカオは路面の状況が部分的に悪く注意が必要だ。まずは朝のウォームアップ走行。トップタイムを記録したのはなんと村松だった。ユラシアチームの面々、そして村松本人も大喜びだ。世界の強豪相手にトップタイム、すごいわ。そして決勝レース。スタート直後の1コーナーで接触があり、数分後にやり直しになった。これだいぶひどいクラッシュね。12周のレース。23番手スタート。村松はどんどん順位を上げた。3周目で11番手、6周目で6番手。どんどん追い上げてる、すごいわ。ところが9周目、村松は5番手を走行していた。前を行く4番手を1コーナーでかわした際、コーナーを曲がりきれずタイヤバリアに接触。やってしまった。村松は残念ながらリタイア。走っていくマシンを悔しい気持ちで見送った。こうして村松のマカオグランプリの挑戦は終わった。なお村松の1989年は国内 F3 とマカオだけではなかった。由良拓也氏は村松にどんどん経験値を積ませるべく全日本ツーリングカー選手権への出場を命じていたんだ。この年、かなり忙しかったのね。当時24歳よね。確かに、一番吸収して成長できる頃ね。この全日本ツーリングカー選手権は300キロと長いためペアドライバーがいる。なんと将来の F1 ドライバー、片山右京がついた。毎年、先輩が豪華すぎる。市販車シビックとはいえ全6戦を右京と戦い、村松の走りはさらに磨かれていったんだ。なお右京の助けもあって第5戦目では優勝するなど好成績を残した。そしていよいよ最後の1990年を迎えた。村松は1年間所属していたムーンクラフト社を退社。村松英機事務所を設立した。会社を転々としてきて、いよいよ自分の城を持ったのね。ああ。とは言っても村松本人、そして付き合っていた恋人、たった2人の会社だけどな。チームにも再編があった。ユラ氏はフットワークのチームを離れ、自身のチームであるチームムーンクラフトを設立した。そして村松はチームムーンクラフトと1990年の契約を果たす、なんと全日本 F3000 選手権のドライバー契約だ。いよいよ日本最高峰まで来た。しかし村松は前年の F3 で総合3位だったことやマカオでリタイアしたことに納得していなかった。村松は1990年、F3000 と F3 にダブルエントリーした。大丈夫なの？前年も確かに全日本 F3 選手権とツーリングカー選手権を掛け持ちしてたけど、F3000 と F3 は同日だし、今回の方がきついな。だが F1 は300キロ走る。F3000 が200キロで F3 が100キロ、この距離がこなせないと F1 で持たない。自分への修行だ。あと前年に続いて全日本ツーリングカー選手権も走るぜ。
この年、本番あるのみの精神でシリーズ戦を3本こなす予定になっていたんだ。追い込むわね、自分を。まず1990年3月4日が鈴鹿の開幕戦だ。F3000 は28台中、8位完走。F3 は3位表彰台だ。すごいわ、F3000、上位で完走してる。ああ。チームは手応えを感じていた。まあ優勝した星野和義には1周で2秒か3秒ずつ離されて最後は半周差ついてるから、ここから上が大変だけどな。続いて3月18日が全日本ツーリングカー選手権の開幕戦、西日本サーキットだ。前年は片山右京とのペアだったが、この年は中谷明彦がペアについた。そしてシビックを華麗に操り、なんとクラス優勝。開幕戦、優勝？すごいわ、この3月、幸先良すぎる。次は F3000 F3 の第2戦、富士スピードウェイだがその前に富士スピードウェイを貸し切って合同タイヤテストが行われた。3月22日、23日だ。このタイヤテストで富士スピードウェイの F3000 本番レースに向けたセッティングの最終調整を行う。3月22日は特に問題はなく、調整は順調に進んだ。そして運命の3月23日を迎えた。この日も天候は良く、無風。10時のテスト開始時は気温16度。絶好のテスト日和だ。村松は吸収すると、ピットイン。タイヤを交換して出て行った。そこから2周し、全体としては12周目だ。事故が起こったのはな。これは俳優でもある岩木光一氏のマシン。開幕戦では予選通過できなかった。予選突破を目標にテストに臨んでいた。今、富士の1コーナーを過ぎた。後ろが村松。岩木氏をかわした。じゃあ岩木さんが事故の第一目撃者になるのね。この時の村松さんの走りはどうだったの？岩木氏は後ろから村松を見ていて、やや飛ばしすぎに感じたという。だが、ある程度飛ばさないとテストにならないからな。これで運転ミスというには微妙な情報だよな。ここが現場だ。高速右コーナー、通称 100R。時速200キロ弱。コースアウトし、縁石で跳ねる。そのままウレタンフォームへ。厚さ80センチのウレタンフォームは衝撃を吸収しきれず、村松は奥のコンクリートウォールに衝突したんだ。村松さん。岩木氏は事故現場で止まらず、素通りした。一刻も早くピットに戻り、係員を呼んでくるべきと考えたんだろう。最初にマシンを止めたのは片山右京とジェフ・クロスノフ。村松の元に駆け寄ったが、助かる状態ではないことは一目で分かった。10時45分、脳挫傷により村松はその場で息を引き取っていた。24歳だった。村松さん、いよいよ F3000 に登ってこれからだったのに、どうしてこんな事故になってしまったのよ。静岡県御殿場所で調べたが、原因は不明だった。だが事故の予見や未然防止策は不十分だったかもな。まずコース外が芝生だったから、姿勢を乱したマシンは全く減速されなかったんだ。マシンの勢いを止める手段が必要だったな。またウレタンバリアはマシンの重量を受け止めきれない。今回の事故でもウレタンバリアは跳ね飛ばされ、マシンは奥のコンクリートに直撃してしまっているんだ。バリアの役割を果たしてない、もっと強力なクッションが必要だったのね。事故後、100R には減速するためのグラベルの設置やタイヤバリアの設置などの対策がなされた。葬儀後の4月21日、東京の青山斎場でエイキリブズというお別れ会が開催された。雨にもかかわらずファンや関係者など800人が来場した。会場には大型スクリーンが設置され、村松が過去に乗ったイータやラルト、シビック、そして事故当日に乗った F3000 車両が修復され展示された。盛大に村松さんの旅立ちを見送ったのね。以上、今回は村松英樹の障害と、1990年 F3000 合同タイヤテスト事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。